LINE というアプリケーションの上でですね、自社のサービスアプリをミニアプリとしてご提供できる。レジのスタッフは、こちらに表示されている番号と、ここの番号と商品を確認してお渡しをすると。今回、LINE ミニアプリと CX オーダーということで、私の方からは、LINE ミニアプリに関する簡単なご説明と、先行して活用いただいている企業様の事例、また今後のロードマップについてご説明できればと思っております。今日の内容としては、以下を考えております。まず LINE のご紹介とミニアプリのご紹介、そして特に飲食や小売業界における LINE ミニアプリの先行活用事例についてのご紹介をさせていただければと。あとは今後のロードマップについてもご説明できればと思っております。まず LINE のご紹介を簡単にさせていただければと思います。我々の企業ミッションとして、私たちの、そうですね、Closing the Distance というミッションを掲げてまして、こちらは世界中の人と人であったりとか、人と情報、人とサービスといったところの距離を今以上に近づけていくためのお手伝いができないかと、そういった点で、各事業を展開させていただいております。で、その中で、一番代表的なところとしては、コミュニケーションアプリの、LINE というサービスですね。2011年6月からサービスを開始していて、現在だと世界でだいたい230以上の国と地域でご利用いただいているような状況でございます。で日本国内においても、今現在ですね、国内の MAU としては8400万人オーバー。で、毎日利用していただいている日本国内のユーザーというのがその中の 86% という形で成長してできております。では、ここからミニアプリのご説明をさせていただければと思います。LINE ミニアプリはですね、今年の4月からスタートしておりまして、ここに書いてある通り、ライフスタイルにおける様々なニーズに応えるサービスっていうのを LINE 上で提供できると。簡単に申し上げると、この LINE というアプリケーションの上でですね、各社様が自社のサービスアプリをミニアプリとしてご提供できるプラットフォームをご用意したという形になっております。で、LINE 社がですね、このミニアプリを始めた背景の一つでもあるんですけれども、昨今のここにはアフターコロナと書いておりますけれども、現在のウィズコロナの状況においても、ますますですね、特にその店舗さんであったりとか、飲食のお店もそうですけれども、お客様との接点、コミュニケーションとしてデジタル化を図っていくというところが非常に注目されていて、より重要となってきていると。で、その背景としては、スマートフォンを持たれている方が多く増えてきたっていうところもございますけれども、やっぱりそこでデジタルの接点を獲得して、お客様と継続的なコミュニケーションを取っていくっていったところが、各企業にとって非常に重要な、特にこのコロナという状況もありますけど、重要な戦略の一つとなっているかなと。ここのお手伝いができる一つのプラットフォームとして、ミニアプリというのも存在しているという背景になります。LINE と聞くとですね、基本的にはそのメッセージのようなイメージ、アカウントのようなイメージをお考えかなと思うんですけれども、このミニアプリというのはですね、特にユーザーさんとしては個別に何か他のアプリを入れたりとか、別のウェブのサービスにアクセスして会員登録とかユーザー登録する必要がなくですね、必要なタイミングで、さっと取り出して、ミニアプリをすぐにご利用いただけるという使い方になっております。先ほどミニアプリが LINE の中で動くアプリ内アプリという形でご説明したんですけれども、アプリ内アプリと聞くとですね、そのアプリに入って LINE のアプリの中でサービスを探したりとか、結構動線とかも深くなってしまうんじゃないかという印象を持たれている方も多いかなと思うんですけれども、ミニアプリというのはですね、専用の URL もご用意しているので、例えばここの画像にあるように、レジ前で、今までだとネイティブのスマホアプリをダウンロードして、クーポンを見せたり、会員証を提示していたりとか、そういった場面もですね、この QR コードを読み込んでいただければ、さっとミニアプリのデジタル会員証を提示できると。右の図もそうですね。飲食店で、テーブルから QR コードを読み取るだけで、特にアプリのダウンロードとか会員登録も不要で、ユーザーとしてはお料理をご注文できるようなシナリオっていうのが実現できるようになっております。
で、改めて LINE ミニアプリの利用価値について簡単にご説明させていただきますと、一つは、先ほどもご説明した通り、個別のアプリをダウンロードしたりとか、煩雑な会員登録とかっていうのが不要になるので、そもそものそのサービスの利用像っていうのが見込めるかなと。そしてそこでデジタルの接点として顧客との接点を獲得できるという点になるかなと思っています。二つ目は、ちょっと後ほど、ご説明させていただきますが、この LINE のミニアプリと並行してですね、この公式アカウントっていうのを使っていただければ、ミニアプリにアクセスしたときにですね、同時に公式アカウント、もともと LINE アットとか呼ばれてたものになりますけれども、この公式アカウントの友達獲得っていうのがシームレスに行えるという点も非常に強い部分かなというふうに思っています。またミニアプリを通して、この友達になっていただいた方のブロック率が非常に低いというのも、すでに先行している、各社さんの事例でも実証できているので、こういった点も非常にメリットになるかなと思っております。3つ目はですね、リテンション像と書かせていただいておりますけれども、基本的にこのミニアプリを使うときに、特にログインとか会員登録っていうのも不要でお使いいただけるんですけれども、各 LINE ユーザーのID っていうのを取得することができるので、どんなユーザーがいつミニアプリをご利用いただいているかとか、実際にお店に来て使っていただいたかとか、そういったデータを取得することができるので、例えば、お店の商品開発にそういったデータを活かすであったりとか、リピーターを作っていくためにそういったデータを活用するといったことが可能になっております。でミニアプリにどうやってアクセスしたらいいのかっていうところになるんですけれども、基本的には必要なタイミングでさっと使っていただく、そういった顧客体験が重要かなと思っていて、先ほどお話しした通り、特にオフラインとかでは、QR コードをパッと読み込んですぐにお使いいただくとか、NFC の対応端末であれば、宅にスマホを近づけるだけでミニアプリが立ち上がる、そういったお使いができるようになっております。二つ目はですね、LINE のメッセンジャーとしての強いところというのを活かして、すでに公式アカウントとかをお持ちの企業様であれば、公式アカウントのメッセージであったりとか、メニューの部分からミニアプリへの動線、例えば LINE で注文するとか、LINE で予約するといったミニアプリへの動線を設定いただくこともできますし、あとはユーザー同士でですね、こういったミニアプリが使えるよとか、こういったクーポンがあるよとか、そういったシェアをし合うっていったところからの起動っていうのも見込めるかなというふうに思っております。3つ目は、オンライン上からっていうところで、各企業様のホームページであったりとか、SNS での発信から、ミニアプリへの誘導をしていくっていうところであったりとか、あとは LINE のアプリ内にですね、ミニアプリ一覧、サービス一覧という箇所があったりとか、LINE の中の検索窓からミニアプリを検索してご利用いただくといったことができるようになっております。で、約企業様からのお問い合わせも多いところで言うと、この LINE のミニアプリと公式アカウントがどう違うのかっていったところになるんですけれども、基本的には全く別のプラットフォームとなっております。右の方の公式アカウント、このチャット UI のものですね。こちらは、見覚えある方もいらっしゃるかなと思いますけれども、基本的には、ユーザーさんにですね、アカウントを友達登録、フォローしていただいて、情報発信していくと。一方でミニアプリはどちらかというと、ウェブのサービスのような使い方になるので、必要なタイミングでアクセスして使っていただくであったりとか、自由に UI とかデザインっていうのを設定していただけるという特徴があります。我々としては、このミニアプリと公式アカウントっていうのは、一緒にお使いいただくとより効果が出てくるかなというふうに思っておりまして、ミニアプリを起動したときに、デフォルトで友達をチェック、友達フォローをチェックさせるっていうこともできますし、ミニアプリの中の利用データっていうのを使って公式アカウントの方で効果的なターゲティングを行うであったりとか、そういったマーケティングへの活用ということを行っていただけるようになっております。ちょっと駆け足ではあるんですが、ここからはですね、ミニアプリの先行事例についてお話しできればと思っております。現在、店舗さんなどですね、運営されている企業様であれば、非常に抱える悩みというのも多いかなと思っておりまして、例えば店舗スタッフさんの人件費を削減したいであったりとか、現在ではコロナの対策で、安心安全な環境っていうのを
顧客の方に提供していきたいと。あとは、継続的な顧客というところでリピーターを獲得していきたいであったりとか、そもそもどんな人が来店していて、何を注文していて、どんな購買をしているのかというところのデータが知りたいと。こういった様々な悩みがあるかなと思うんですけれども、これらをですね、LINE のミニアプリで来店のお客様にですね、サービスをご提供いただくと。例えば、予約や順番待ちのサービスであったりとか、スマホオーダーのサービスであったりとか、デジタルな会員証であったりとか、そういったところで、例えば予約順番待ちサービスであれば、店内の密を避けるであったりとか、そういった案内ですね、ところに割いていたスタッフの人件費を下げるであったりとか、あとは、スマホオーダーサービスであれば、どんな人が、いつ来店してどんな注文をしているのかをデータを取っていくであったりとか、こういったサービスのご提供をしていただければいいかなと思っております。で、その結果ですね、ミニアプリのこの利用ユーザーの顧客情報、その使っていただいた方の LINE の ID であったりとか、属性であったりとか、ミニアプリを使ってどんな行動をされているか、こういった情報を取得していただいて、特にその先の公式アカウントなどのマーケティングにおいてデータ活用いただくといったお使いができるかなというふうに思っております。で、具体的なちょっと先行事例として、一つ目はですね、スシロー様ですね。スシローグローバルホールディングス様のスシロー受付役というミニアプリなんですけれども、もともとスシローさんの場合だと、ネイティブのスマホのアプリにかなり注力されていて、ユーザー数もかなり多かったんですけれども、とはいえ、まだスマホをなかなかダウンロードして、スマホアプリをダウンロードしていただけないであったりとか、直接、お店に来て発見されて、店内で待たれているユーザーさんっていうのもまだまだ半数ぐらいいらっしゃると。で、そういったですね、ダウンロードっていうところのハードルで取りこぼしていた、ライトなユーザーさんっていうのを、ミニアプリによってデジタル接点獲得していきたいと。そしてその結果、そういったユーザーさんもですね、ロイヤリティをどんどん高めていって、ネイティブアプリのユーザーさんのように来店頻度を上げていきたいといったところが元々の背景となっております。でやはりそのコロナという状況も相まってですね、今まで以上にその店内の待機状況っていうのを解消していかなければいけないっていう部分であったりとか、そういった対応も必要がありましたと。で、ネイティブのアプリと比較するとですね、その簡単にお使いいただけるというところと、あとこの下の図でいう一番右ですね。こういった次があなたのお客様の番ですとか、まもなくお呼び出しますといったですね、こういったリマインドの通知っていうのが、ミニアプリの場合だと強制的にユーザーさんにお送りすることができるので、こういったところが特にミニアプリとしての特徴として、時間の有効活用であったりとか、ユーザーさんにもメリットが提供できるようなシナリオになっております。あとはですね、スシローさんの場合だと、自社でマイトポイントという、自社ポイントを利用されてるんですけど、会員登録なくてもですね、このミニアプリ使っていただくと、LINE の ID っていうのがスシローさんに渡っているので、そのユーザーに対して、マインドポイントを付与する。会員連携しなくてもポイントを付与するということもできるようになっております。その結果ですね、今新規の会員獲得というか、ミニアプリの利用者数っていうのも、4月からリリースして、月次で140%ぐらいの成長率で伸びているという状況になっております。もう一つですね、LINE ミニアプリとしての特徴としては、やはりその一緒にスシローの店舗に行かれる家族であったり友達に対して、店舗の混雑状況をシェアしたりとか、この受付番号で予約したよという情報をシェアするといった使い方も、新しいシナリオとして生まれているかなというふうに思っております。で二つ目はですね、こちらマトカという、こちらも順番待ちのミニアプリをお使いいただいているクライアントさんで、T スイーツラボコンテナートさんというお店さんになるんですけれども、規模としては少し小規模の店舗さんになるんですけれども、かき氷とかが有名で、結構SNS とかでバズって行列がたまにできているような店舗さんになるんですけれども、同じくですね、やはりコロナの対策で、店頭に並んでしまっている待機列を解消していきたいだったりとか、そういったところのオペレーション、スタッフさんのオペレーション業務改善していきたいといった課題がありましたと。ユーザーさん側としても、なかなか店頭で自分が
呼ばれるまでを待たなければいけないであったりとか、わざわざそのために、個別に、なんかサービスを、アプリをダウンロードしたりとか、会員登録するっていうのも、どうしても離脱につながってしまうという、課題がもともとありましたと。そこでこの、順番待ちのミニアプリ入れていただいていて、今、下に、オフライン起点とオンライン起点とありますけれども、一つは直接店舗に来店されたお客様に対しては、こういったポップを用意してですね、そこから、ミニアプリ上で発見ができると。そして自分の順番になると、LINE でお呼び出しが届くという形ですね。で、もともとこの、順番待ちのミニアプリの存在を知っているユーザーさんであれば、もう、来店する前にですね、ミニアプリからアクセスしていただいて、現在の混雑状況を確認して、その場で、事前発見できるという形でお使いいただいているクライアントさんになっております。実際、反響としてですね、入れていただいてから、順番待ちをするお客様のですね、98% の来店客の方が、このミニアプリから順番待ちをして、来店されているという効果が出てきています。残りの 2% っていうのは、スマホをお持ちでなかったりとか、LINE が入ってないユーザーさんになるんですけれども、こういった場合は、スタッフさんが代理で発見していると。あとは、コロナの対策として3密が回避できたりとか、という状況にもつながっていて、ユーザーさんとしても非常に混雑状況が見れて便利であったりとか、スタッフさんとしても、LINE でできますよというところの案内のしやすさというところが非常に評価されているクライアントさんになっております。3つ目はですね、パルクローゼット様ですね。先ほど他のセッションでも、ご登壇されてましたけれども、3COINS とかアパレルブランドとかを出すお持ちの企業様で、会員証ですね、こちらは。QR コードを読み取って、5秒ですぐにバーコード表示ができるという、この顧客体験が非常に評価されている企業様になっております。もともとネイティブのアプリと並行してお使いになられてましたけれども、特にそういったライトユーザー向けにこういったミニアプリの施策を行っていて、こちらも非常にサービスの利用率、新規会員数っていうのもミニアプリ始める前と比較しても 200% に増えていたりとか、公式アカウントも1ヶ月で10万人増えていたりとか、その先の公式アカウントも友達になっていただいているので、結果的にLINE 経由の EC の売り上げが5倍近く増えていたりとか、こういったいい事例になってきております。こういった形でですね、4月からエントリー窓口というのを開けていて、ミニアプリのエントリーを募集している状況なんですけれども、今様々なミニアプリがどんどん出てきている状況で、ぜひご興味あればですね、一度ご利用いただいて、体験していただければいいかなと思っております。で、今回ちょっとその飲食とか小売の企業様向けというところで、ますますこのコロナ禍というところの状況において、いろんな課題が出てきているかなと思いますけれども、このミニアプリで解決できることっていうのが非常にたくさんあるかなと、貢献、サポートをさせていただける点が非常にたくさんあるかなと思いますので、ぜひ、ご興味あればですね、エントリーいただければなと思っております。いろんな価値を提供できるプラットフォームになっているかなと思っております。最後になりますが、LINE ミニアプリのですね、今後のロードマップについて簡単にご説明できればと思います。すでに日本でもいくつかミニアプリ始まってますが、やはり中国であったりとか、東南アジアっていったところで先行してですね、非常にこのネイティブアプリっていうところから、いわゆるスーパーアプリっていうところに時代がこう移っている中で、この LINE の、ミニアプリとしての強み、特徴っていうのが、非常に多くあるかなと今思っております。実際にいろんなサービスが出始めてそういった点を非常に感じております。で、今後の予定なんですけれども、昨年の6月にですね、初めてこの LINE のカンファレンスの中で LINE ミニアプリの構想を発表させていただいて、今年の7月まではですね、多少限定した領域であったりとか、クライアント様と一緒にですね、このミニアプリがしっかりとマーケットにフィットしていくのかというところの効果検証というのをさせていただいておりました。で、各社さんとですね、いい効果、いい事例っていうのをどんどん作れて今来ているので、改めて4月からミニアプリとしてはエントリーを公開しているという状況になっております。で、一応窓口を開けてるんですけれども、今は企画審査というのを通してまして、
ある程度サービスの内容っていうのを LINE 社側でチェックした上で、リリースできるという環境になっておりまして、ゆくゆくはですね、グランドオープンという形で、特に審査とかも必要なくですね、誰でも自由にこのミニアプリを開発したり、提供できるオープンなプラットフォームというのを、提供していきたいと思っております。また現在はですね、今日ご紹介していただくその CX ソーダをはじめですね、そういったその LINE のミニアプリのソリューションをパッケージで提供できるパートナー様っていうのを、どんどん増やしていきたいなと思っていますので、こういったところの拡大にもご期待いただければなというふうに思っております。あとはですね、LINE 社側でもこのミニアプリで使える機能であったりとか、拡充できる機能っていうのをいろいろと予定しております。例えば新規のユーザー様の獲得であれば、自分の周辺にあるミニアプリが使えるお店、エリア検索機能であったりとか、LINE のアプリの中にすでにある、LINE のマイカードであったりとか、LINE のクーポンといった既存システム、既存サービスと連携させる仕様であったりとか、あとはですね、リピートのユーザーを獲得するために、ミニアプリ内でクーポンを取得した場合ですね、リマインドを受け取れるような機能であったりとか、基本的には、ミニアプリのデータはすべてサードパーティー様側で取得いただけるんですけれども、LINE 側でもですね、ミニアプリにアクセスしたユーザー属性等々のデータをご提供できるような環境っていうのも、近々、ご提供できればなというふうに思っております。改めてエントリーもスタートしておりますので、ぜひご興味ありましたら、LINE 社にエントリーいただいてご相談いただければと思っております。ここからはですね、CX ソーダのご紹介というところで、LINE ミニアプリが7月2日にローンチされまして、弊社もですね、同じタイミングで、LINE ミニアプリを作成できる、サービスを、提供を始めさせていただきました。はい。で、まずですね、こちらのご紹介からいきたいなと思っております。で、我々がご提供している CX オーダーという、サービスなんですけれども、モバイルオーダーですね。昨今スターバックスさんですとか、マクドナルドさん、他社様でも多数、ご利用がスタートしているような形の、機能になりますが、こちらのモバイルオーダーを、LINE ミニアプリで、簡単にですね、作成できるクラウドサービスを、提供させていただいております。で、こちらはですね、LINE で、動きますので、ユーザーはですね、日々、使い慣れた LINE から、利用ができますし、企業様にとってもですね、LINE の、豊富なユーザーベースと、その後の、獲得したユーザーへの、継続的なアプローチができるという点で、価値を、創出できているんじゃないかなというふうに、考えております。はい。で、主な特徴ですね。先ほどまずご紹介しました、まず LINE で、使えるというところに、なります。で、こちらはですね、まあ、ミニアプリ自体が、自社サービスを提供するという、立て付けのものになっておりますので、大きな大企業から、例えばですね、街の小さな飲食店まで、自社サービスをミニアプリで、簡単に提供できると。で、CX オーダーを使えば、モバイルオーダーを、簡単に提供できるというようなものに、なっております。で、弊社からご提供するものは3つのアプリケーションですね。1つ目が、お客様が実際に注文を行うアプリ。もう1つが、店頭で、注文を受け付けるアプリ。さらにもう1つですね。例えば複数の店舗をお持ちの、会社さんもあられると思いますので、そういった、店舗を管理するためのアプリの、3つを提供しております。で、実際に CX オーダーを、利用いただくにあたってですね、店頭でご用意いただくのは、スマートフォンやタブレットですね、の、ウェブにアクセスできるものと、インターネット、Wi-Fi などの、環境の2つになります。で、こちらご用意いただくと、実際に、すぐサービスを利用開始いただけると。そしてですね、もちろん決済も、対応しております。LINEPay での、キャッシュレス決済やクレジットカードを使った、決済の2つ。そしてですね、既存の店舗で、おそらく、レジで、お会計をされているケースがほとんどの飲食店さんかと思いますので、実際に現地で、支払いだけを行う。注文だけ、LINE ミニアプリから行うというようなことも、このサービス上で、できるようになっております。
はい。で、我々としてちょっと考えているところですね、ちょっとコロナ禍での、外食や小売での課題ですね、の部分、ちょっとご説明させていただくと、2つの、大きな課題があるかなと、思っております。1つ目が、経済的な部分ですね。もともとこう、飲食小売業で考えていくと、そもそものこう利益率がそこまで高くなくて、客数で、薄利多売するような、ビジネスモデルが、えっと、そう期されます。で、このコロナの状況において、そもそもの、来客数が減ったりですとか、営業時間ですね。特に飲食店なんかにおいては、夜の時間帯の営業は非常に、あの、難しくなってきている状況から、売り上げが、下がっていっているのではないかなという部分があります。で、またですね、それに合わせて、コストの削減も、行わなくてはなりませんので、そういった部分で、注文と、決済の部分を、このテックタッチで行うことによって、人件費及び、新しいチャンネルとして LINE を利用していただくので、売上の増加が、見込めるのではないかなというふうに、考えております。で、もう一つが安全対策ですね。こちらも、先ほどから申し上げておりますが、従来の、飲食店や小売店で、お話をさせていただくと、実際に、現地に行って、接客を受けて、購買すると。飲食店の場合は店舗に行って注文をして、飲食するというような流れが、メインかなというふうに思っております。で、この状況下でありますので、新しいチャンネルで、かつ、支払いと注文と支払い、どちらもですね、インターネット上で、済ませることによって、実際の店舗での、接触を、最小限にするといった部分が、これを導入することによって、課題解決の糸口になるのではないかなというふうに、考えております。そういった背景からですね、我々も CX オーダーというサービスを、構築して、ちょっとご提供しようかなというふうにご提供しようというふうに今、やらせていただいている、形になります。で、実際ですね、本日ちょっとお時間の都合もあって、すべての機能を、デモすることができないんですけれども、お見せできる機能から、順にお見せしていきたいなというふうに思います。はい。で、今ですね、ちょっと画面の方を、切り替えさせていただきました。まず左側がですね、あの、店舗の、管理画面になります。この白い部分ですね。で、右側が、私のスマートフォンを映しておりますが、LINE のアプリを開いております。で、まず店舗から、店舗がですね、一番最初に開店をして、実際に注文を受け付けるという部分を、ご紹介できたらなというふうに思います。店舗でですね、準備が、商品の注文受付ができる、準備が整いましたら、店舗のスタッフの方に、まず管理画面の方にですね、ログインをいただきます。で、こちらはですね、今 Google のアカウントを利用して、ログインをできるようにしておりますので、無料のですね、Google アカウントをちょっとご登録いただく必要があります。ログインが完了しますと、このような形で注文を受け付ける画面に、遷移しますので、実際にですね、現在は注文受付中止してます、終了しておりますが、この開始するというボタンを、押すことによって、実際の注文が開始されるというような、状況になります。では実際に、LINE アプリの方から、アプリを開いていきます。先ほど野村様からもご紹介ありましたが、このような形で、QR コードを使って、店舗へアクセスするというようなものを、イメージしております。で、このような形でまず店舗を選択すると。そうするとですね、店舗で、実際に購入できる商品が、表示されますので、例えばアイスコーヒーを注文してみます。で、このような形で、サイズですとか、オプションいわゆるオプション機能ですね、については、今、複数の、オプションも、提供できるようになっておりますので、カスタマイズできるような形で、商品の、ご提供ができるようになっております。で、こちらでカートに追加して、カートの中身を確認して、実際に注文していきます。132円のアイスコーヒーを LINEPay で支払ってみましょう。このような形ですね。LINEPay を、もうすでにご利用いただいているユーザーからすると、
このような形で、数回のタップで、実際に注文が完了します。で、今、上の方に表示されておりましたが、このような形で、LINE ミニアプリ専用の、通知も、ご利用いただけますし、LINE の公式アカウントと、連携して、通知を送ることも、できます。はい。で、この注文が入りましたら、今度この管理画面ですね。このような形で、実際の注文が表示されております。で、店舗ではですね、この注文が入ったタイミングで、実際に商品の準備をして、準備が完了したらですね、この提供準備完了というところを、押していただきます。そうすると、今、右側に表示されましたが、このような形で、ご用意ができましたというメッセージが、お客様に飛ぶようになっております。で、お客様はこのメッセージ来たタイミングで実際に店舗に受け取りに行くと。なので、店舗では本当に受け取るだけですね。レジにも並ばずに、この番号で、注文しましたっていうのをお見せして、商品を受け取ると。で、実際にレジのスタッフは、こちらに表示されている番号と、ここの番号を確認して、あと商品ですね、を確認して、お渡しをすると。そうすると、この提供完了をしていただく。これでですね、一連の注文が、完了したというふうに、なります。で、このような形で、新しい既存の店舗以外の、チャンネルとして、テイクアウトや、また、CX オーダーはテーブルオーダーも対応しておりますので、飲食店内で、ご利用することももちろんできます。そのような形で、新しい、販売チャンネルとして、ミニアプリを、ご利用いただけるような形で、サービスの方を、ご用意しております。今日ですね、ご紹介できなかった機能、まだまだ多数ございますので、もしご興味あられる方いらっしゃいましたら、ぜひですね、お問い合わせいただけましたら、我々の方で、デモ等をさせていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。